日帰りで長野です。レンタカーを借りたので、それで向かおうと思っております。さて、戸隠神社の方向車。駐車場分かりづらいです。しかし、この目の前にあるこれが駐車場です。もっと上までも行けるみたいですけどね。ご最新、雨の上春の御事。まあ書いてある通りでございますけども、これから車で歩車を1日で巡ろうと思ってます。新緑が綺麗で、ここの方向車の一つのポイントは、この階段でございます。参道。うわ、すごっ。わかりますか？こっから、ここまで、登る。これはそう、逆に、雨で神秘的じゃないですか。見てください。女坂ってなってね、この境になるこっちの方が比較的楽なんだそうです。私はこれを登りたいと思います。さあ、今半分くらいは登りました。雨の方が幻想的かもしれませんね。幻想的ですね。はい。で、ここはね、ポイントは、昔はお寺だったんですね。で、もう建物見てもらうとわかるんだけど、建物の感じが残っております。神社と別にするということで、今は神社になっておりますけど、もともとはお寺でした。この辺は。ちょっと中は撮れないんですけど、すごい、素晴らしいですね。社殿について書いておりますね。この辺を見ると、お寺だったっていう跡があるよね。さあ、こちらは社務所になってます。何百年ですよ、この杉。すごいですね。今ね、こっから来たんですよ。ほら。ここから、すごいですね。ずーっと歩いても回れます。はい。だいたい15分。車で行くと2分ということらしいです。自然の、本当このなんだろう。気持ちいいっていうのはこのことだね。体が癒されていくのがわかります。でかなり、大きさ行く方は分かってると思うんだけど、雨降るとぬかるみますので、登山してる感じの感覚の方がいいと思います。さあ、戸隠神社の説明ですね。奥社、中社、方向社の3社からなっています。ということですね。5社巡りですね。今1つ目終わりましたので、次行こうと思います。しかし、この霧がなんとも神秘的な、静かだし、雨も降ってるし、いい感じですね。はい、ということで、広見校舎。天のうずめの御事ですね。芸能の神様。天のうずめの御事は、伊勢神宮の猿田彦神社さんにも祀られております。猿田彦神社さんと雨のうずめの御事はご夫婦でございます。はい、ということで、芸能とかね、そういう感じなんですけども、そしてこの本殿の横に、夫婦杉があるんですけど、はい、夫婦杉もうね、見るからいいんですか。ほんと、しめ縄何十メートルはあるんじゃないかというぐらいです。見てください、この立派な。すごいね。感動しますね。これいろんな夫婦杉見てきたけど、一番すごいかもしれない。いやー、自然の脅威すごい。ちょっと簡単に説明するとね、戸隠神社っていうのはまず何か。戸隠神社は、天照さんが、弟のスサノオノミコトが荒ぶる神だったんだけど、で、もう嫌だということで、雨の岩戸に宮崎県の隠れてしまいました。で、この先出てくるんだけど、知恵の神様っていうところに相談に行って、どうやったらまた出てくるか。世の中がそれによって真っ暗になったわけです。それをなんとか出そうということで、知恵を借り、そしてこの雨のうずめの御事が、踊ったわけです。なんで私が隠れてるより楽しそうなのということで覗いた。その覗いたところを引っ張り出した。ね。それが最後の神様に、祀られてるんだけど、そして、その時の天の岩戸の扉が飛んできた。飛ばしたんですよ。もう隠れないように。それがこの山全体なんだけども、戸隠山。全体がその扉なんですね、実は。という場所なんです。だから、扉というのはすごくキーワードなんでしょうね。はい。という場所です。だから、雨の神の御事はその岩戸の前で踊った。ということで、芸能の神様であり、神楽。神社に行くと神楽がありますけども、神楽はこれが元じゃないかと言われているということです。
で、雨のうずめの御事と、猿田彦。猿田彦さんっていうのは伊勢神宮にあるけど、一緒に降りてこられたんですね。その時に猿田彦さんが先導したんです。道案内というか。そして、猿田彦の、猿田彦と最初名乗らなかったんだけども、耳木の御事が、なんていう神様か聞いてきなさいと言って、雨のうずめの御事か、が言ったんですね。そしたら名前を教えてくれて、猿田彦と分かった。あなたは名前を聞いたんだから、じゃあ夫婦になりなさいということで、夫婦になり、猿目神社という猿目という名前に変わったんですね。ということでございまして、なかなか古事記はね、面白いのと、あとその人それぞれのね、解釈ができるのがとてもいいところでございます。ちょっと次はね、駐車っていうのかな？はい。移動します。で、これ、ただね、駐車場がこう3台しか止めれないです。なので、回転よく回ることがいいと思うし、人のためなのでね。その辺注意してください。多分、今日ね、雨で平日だから、人少ないから僕は止めれたんだけど、多分ね、これ駐車場ないんだよね、他に。さあ、駐車ですか？これは駐車場側からなんだけど、無料駐車場があるんでね、有料駐車場に引っかからないように皆さん気をつけてください。今日は幻想的。雨は止みました。はい、駐車の雨の矢心思い金の御事というんですけど、これがさっき言ってた知恵の神様になるんですね。ね、ほら書いてあるね、雨の岩と書かれた時のアイデア、知恵を貸したと言われているんですね。それがここでございます。はい。この戸隠っていう場所自体、山自体が、扉ですからね、戸隠の。ということで、宮崎の雨の岩とも行かれるといいと思うんだけど、僕は行きましたけど、はい。そちらと、すごくご縁があるってことですよね。これ、血の輪くぐりは、これは無病息災を一応ね、意味しております。このくぐり方があって、多分あそこ書いてあると思うんだけども、くぐり方があるので、さあ、書いてありますけども、3本杉の1本ですって書いてますね。この1本と、この、今ちょっと鳥居が見えてます。鳥居の右と左に、イーロハっていうらしいんだけど、3本の杉があります。その3本の、それが正三角形になっていて、実はそのど真ん中があの鳥居なんです。で、もうこの杉は、見てください。大きさ伝わる？ 800 年だって。人間の愚かさを見ているんでしょうね。800年です。駐車でございます。この辺は有料駐車場で、こっちに行くと、無料で参拝したいの無料があるので、有料に行かないように気をつけてください。はい。これが戸隠神社駐車。今見ていただいた3本杉と、3本杉の1本ね。あとこちらもわかりますね。杉ありますね。そして左側。はい。杉のすごいのありますね。はい。これが正三角形になっていて、この正三角形のね、ど真ん中がここなんです。ほんとね、皆さんこれね、冗談抜きで鳥肌立ちますよ。ここ来ると。ここの鳥居の真ん中にぜひ立ってみると。ただ真ん中ね、通っちゃいけないからね。さあ書いてますね、これね。これが正三角形になってるんです。で、真ん中だよっていう。そしてね、うずら亭っていう蕎麦屋さんがあるんですけど、これ超人気店で普段入れません。蕎麦の由来まで書いてある。ほら。ここで蕎麦売ってるんだ。開店時間は10時半。あ、今オープンしたばっかりなんだね。すごいね、入ろうと思ったら入れるんじゃないのこれ。ということで予約取れちゃいました。予約して参拝っていうのはできるので、いいと思います。お宮の隣には滝があります。ここでお清めするんでしょうね。みそぎを。素晴らしいですね。祈祷おみくじっていうのをやったんですけど、神職さんが祈祷をあげながら弾いてくれて、お祓いもしてくれるという、すごいびっくりしました。ここの杉はなんかこう、樹皮が全然なんか違う感じするね。食べ終わりました。美味しかったです。蕎麦の風味をちゃんとして、まず出汁が美味しい。蕎麦湯入れて飲むのも最高。そして、何よりも、店員さんがね、もうね、待ってるだけでもね、ウェイティングするんだけど、お待ちいただきありがとうございますと、こんな日の中に参拝に来られてありがとうございますということでした。天ぷらも、ごま油で揚げてるんですね。あ、晴れてきた、すごい。雨と曇り予報が。皆さん見てください。わかります？今日はね、雨降ってて、曇りだったの。
それが今もう天気がさしてきてくれた。なんかこれから奥社行くのに、なんかありがたいよね。ということでこれから向かいます。さあ駐車場着きました。見てください。晴れました。さあこれから奥社の方に40分かけて歩いていきます。さあ現在地があって、この随神門が中間地点ぐらい。さてここから向かいます。いい感じでございますね。さあそれでは出発ですけど、見てくださいこの晴天。ありがたい。もうすべてがご神木と言ってもいいぐらいの何百年もこの地で生きている木たちが出迎えてくれるわけですね。何の鳴き声だろう。聞こえます？ほら見てください。もう随神門の近くなんだけど、杉のさ、幹がすごい、ほんと大きいし、ね。もう歴史を感じる以外の何もんでもない。なんか自分の人生ちっちゃいよね。こういうの見ると。ほんとこういうの見ると悩み事がちっちゃく感じる。人間がちっちゃく見えるから。だってすごい。で、マイナスイオンなのかな？何なんだろう。まあ、スピリチュアルスポットで、パワースポットであるから、すごいですよね。歩いてるだけでなんか酔いそう。エナジー酔いしそうな感じですよ。さあ、これが、随神門です。昔はお寺だったので、昔は仁王門と言ったんだけど、まあ神社に、明治時代に神社に変わって、随神門という名前になりました。で、昔はここに仁王様がいたらしいですね。お寺時代は。ここから杉並木です。有名な。すごい空気が変わりますね、ここから。説明がちゃんと書いてあります。杉の木の並木になってるんですけど、まあ全てがご神木並みの何百年っていう樹齢。そして、で昔はここは、宿坊とか新しい左右に。今はまあ跡とかがあるらしいんだけど、基本的には参道になっていると。ここはゆっくりとね、通りたい場所ですね。素晴らしい。さて、じゃあちょっとカメラを持ち替えて、GoPro で、こう撮っていこうと思います。朽ちてるんですね。少しこういう感じで。中が。で、木っていうのは、この表面の下に水が流れて上に行くから、真ん中が穴開いても、元気なんです。これがわかりやすいかな。この周りから水を上に上げてるので、はい、そういうことです。すげえ疲れた。寒そうだ。先参拝だ。長寿者。そしてこんだけ汗かいたけど、薬龍神社さんです。漢字の通りね、9つの頭を持った龍なんですけども、もともとは9つの頭を持った、尻尾だけ龍の鬼だったらしいです。結局のところは簡単に言うと改心して、人のためになりましょうということで、こちらを守る龍神様になられたというお伝えがあります。はい、薬龍神社さんの由来が書いております。なぜかね、俺よく知らないんだけど、虫歯の神様っていうのが一応なってるんだよね。そして、そのちょっと上上がったところが、奥社ということがあります。さあ、ついに来ました。御所巡り最後でございます。天の田力の見事。要は天の岩戸を宮崎からここまで飛ばした。千葉が元々の本殿なのかな。さあ、ということで、参拝をしてきました。思ったよりも最後の斜面がきついけど、でもまあね、ちょうどいい距離感のような気がします。やっぱ晴れてきたので、続々と皆さん参拝にね、登っておりますね。くれぐれも、足はね、ちゃんとした靴がいいと思います。かなりの、石階段です。はい。最高の一日を送れたと思います。はい、皆さんも、長野駅からレンタカーで40分ぐらいかな。で、そこから一つずつ回って、まあ、それは、5社は全部近くになるので、あとは駐車場だけ、うまいこと行けば、だから土日は大変だと思いますけどね。はい。ということでございまして、最高の旅です。
実はですね、さっきからいろんなソフトクリームが目について、リンゴとか、ここはすごい熊田さんのソフトがあるみたいです。すごいね、忍者からくり屋敷とかあるんだって。そば、リンゴにしよう。信州といえばリンゴが有名だね。信州牛っていうのはリンゴ食べさせてんだよね、確か。あ、すごいリンゴの香り。リンゴのソフトクリームにしました。はい。なかなかシャーベット感があって美味しいですね。これ見てください。戸隠の湧き水のペットボトルで売ってるんだよ。思わず買ってしまったんだけど、ほら、化粧なんかやってる方いたよね。すごい高波動水、本当ですかね。思わず買ってしまいましたけど。さて、2軒目は蕎麦の実さん。行ってみましょう。このね、座り蕎麦は終わってたんだけど、蕎麦三昧にしました。で、単品は、鮎の塩焼きね、ちょっとね、さすがにそこまで食べれないなという。蕎麦茶のブランマンジュとって、これがちょっと気になるところではありますね。なんか素敵な店内ですね。到着しました。さっきの細いかな。蕎麦三昧ということなので、長芋のとろろ、くるみと蕎麦だしっていう感じで食べれます。食べ終わったんですが、感想は、こっちの方がコシがあって、蕎麦粉の香りが強い。で、だしに関しては僕は、前の店の方が好きです。僕ちょっと天ぷらあったの気づかなかったのと、お腹いっぱいで、さすがにはしごしたら食べれないね、天ぷらまでは、今日は。ということなんで、ちょっと天ぷらはいただかなかったんですけど、あと、鮎の塩焼きがあったり、鴨の燻製があったりって感じ。ということで、相対的に評価すると、10割の蕎麦はなかったんです。もう売り切れてて。それがどんなのかわかんないんですけど、くるみとか、蕎麦の味がなくなっちゃうんだよね。そこはもったいないけど、くるみはくるみで、さっぱり美味しかったですね。ということでございまして、次行きます。これが鏡池なんですが、はい、これが鏡池でございます。もうお魚いるんですね。本当は、戸隠さんが、ここに映るんです。水面に。まず風があったらダメですね。水面にきれいに映りません。そして山が見えてないと意味がないですね。ということで何が言いたいかというと、水面に映る山が今日は雲に隠れて出てません。でね、なんで蕎麦が有名かというと、ここは修験道で、昔修行の場だったんですね。修行をしてる時って、食べるものが決まってるんですよ。決められてるんですね。食べていけないものと。で、その中に蕎麦粉は食べても良いものだったんだそうです。そこで蕎麦を結構召し上がる方が多くなって、蕎麦の、有名になってったってことらしいですね。はい。今日はね、ちょっと 2店舗しか当たり前なんですけどね。2店舗回りましたからね、無理やりね。しかも有名どころ2つ。はい。どっちも個性があってよかったです。はい。ということでございまして、この聖地の旅はいいですね。皆さんもほんと、疲れた時にこの自然の中に入ることがいいと思います。ということでございます。皆様もぜひ来てみてください。ここにあるのがどんぐりという喫茶店のようです。見てください、ここはガレット屋さんだったこのどんぐりさんね。